このデータを今後どういうふうに使っていくか、これから初心者とか動画勢、知識のない人にどうやって伝えていくかっていう SFL2021 で4人ユリアン使いました。4人の特徴をちょっと初心者にお伝えしていただけますか。そうするとここに対する戦い方っていう戦略を立てる方です。EX ゲージがこうなればどうなるんですか。このグラフではこのまま始めてください。はい、じゃあ、早速始めさせていただきます。格ゲーデータ収集家の、ジェミニと申します。一応最初に、自分の希望をお伝えしたいと思うんですけども、ページでいうと31ページ開けていただけますか。単刀直入に言うと、データの研究分析に没頭させてくれと、経済的なスポンサードをお願いしたいというのと、その研究成果の披露の場を、特にビーストの意を借りて発信したいっていうのが僕の思いです。で、今まで僕が何やってきたかっていうのをお伝えするんですけども、7ページ、はい、7ページちょっと開けていただいて、僕 SFL の2021からですね CFN だとかYouTube のアーカイブを見て一人でこうデータを取り続けてきたんですね。ノートにメモってそれを Excel に打ち込んでっていうふうにやってきたんですけども、実際どんなデータか見てもらうと次のページ見てください。これ SFL の2021の梅原さんのデータなんですけど、一節の、Day 1で桃地明と対戦して、梅原さんガイル使って3セット、最初のセットが勝ち負け勝ちで、次が負け勝ち負けで、負け勝ち負けで、この対戦を落としたと。でその時の試合時間が45カウント、48カウント、44カウントみたいな感じで、全部データ化していますと。でこの横に行くと相手と自分のポゼッションといって、これは僕が独自に作ったデータなんですけども、どれだけ押し込んでたかとかどれだけ押し込まれてたかみたいなデータですね。ちょっとこれをあんまり詳しく言い出すと、時間が過ぎちゃうので、こんなデータを取っていましたと。でさらにこのデータ横に続いていて V ゲージに関するデータもこんな感じで取ってますと。例えば1の1での1セット目の1ラウンド、梅原さんは 2.5 ゲージの V ゲージを獲得して、でその V ゲージを使用することなく、試合を終えていきますと。こんな感じで自分のデータとその時の対戦相手のデータっていうのを全部こう集計したんですね。でこういうことを集計し続けて、これが1選手の分ですから、これの32選手分シートがあります。でそのデータを全部結合すると次のページ10ページですね、右下の10ページ、すいません、こんな感じになります。で今ここでお示ししているのは、その年のですねラウンド勝率が高かった順にこう並べてるんですけど、この時は藤村さんのラウンド勝率高かったですねとかっていう、こういったデータが並んでます。でこのデータを今後どういうふうに使っていくか、いろんな要素があると思うんですね。まず、分かりやすくエンターテインメント風に、これから初心者とか動画勢、知識のない人にどうやって伝えていくかっていう例をお示ししたいと思います。これから知識がない人が SFL を見ると、おいまた JP かよと、またルークかよって必ずこういう声が出てくるんですね。じゃあちょっと国民さんに質問したいんですけど、 SFL2021 で4人ユリアン使いました。4人の特徴をちょっと初心者にお伝えいただけますか。4人誰でした？ネモさん、2021ですよね。はい、ネモさん、シュートさん、時戸さん、流星さんです。はい。の特徴って言えますか？初心者に伝える系で。多分これめちゃくちゃ難しいと思うんですよ。そうですね。ネモは攻撃的なやつ。はい。時戸は一番万能タイプ。そういうちょっと情緒的な感じになると思うんですね。でちょっと11ページ、使われました。すいません。上長ですよあなた。使われました。すいません。でもそれよりもちょっと11ページをご覧いただきたいんですね。初心者にも伝わるデータの活用ってこういうことだっていう例をお示ししたいんですけども、僕 EX ゲージの消費状況を全員データ取ったんですね。これ4人のデータ今名前載せてないですけど、皆さんもしかしたらこれ当てられると思います。左から当てやすいようになってます。一番左の人は黄色 EX タックルが 55%、 これ誰だと思います？時戸ですか？おっしゃる通りです。時戸だと思います。強い技を強く使う、まさに時戸さんみたいなザ・時戸みたいなプレースタイルなんですよね。で次の、2人目 EX ヘッドがちょっと多いんですよね。この時また無敵技です。これどなただと思います？シュート。おっしゃる通りです。
3番目、この方は CA がちょっと多いです。火力こそ正義って感じですかね。CA が多いのは流星かな。これはですねネモさんなんです。ネモなんだ。で僕これデータ取ってて気づいたのは、ネモさんってあんまり立ち回りで EX 技振らないんですよね。結構そのゲージが3本で溢れそうな時に回転させる時に振るんですけど、基本多分立ち回りに自信があってコンボで最後 CA で締めたいっていう印象があるんじゃないかなと。まあそんな感じで結構このプレイヤーごとの特徴を捉えつつ、しかも分かりやすく伝えるっていうデータの活用がまずできるんじゃないかなっていうのが僕の一つの研究ですね。でそれ以外にもちょっといろんなのがあるんですけども、あんまり、時間がないので、例えば、もっとプレイヤーが効果的に使える19ページをちょっとご覧いただけますか。他にもですね研究としてはシュートさんの戦い方に見る大抜き理論の証明とかですね、それから SFL2021 梅原さん序盤の敗因とか、EX ゲージと勝率に見る梅原さんの苦手キャラはこれなんじゃないかみたいな研究もちょっといろいろしてて、今日はちょっとお伝えしきれないんですけども、ぜひもし興味があれば聞いていただきたいと思います。で最後にじゃあなんで俺が必要なんだということを33ページでお伝えしたいと思います。例えば英語の通訳って英語が喋れるだけじゃダメなんですよね。昇竜拳をドラゴンパンチって訳せなきゃいけないし、カプコンカップをカプコンカップって理解できなきゃいけないわけです。つまり英語が喋れることとその業界の知識を持っていること、これが大事ですと。で多分僕より格ゲーの知識を持っている人はたくさんいます。それからデータ分析もできる人はたくさんいるでしょう。でもこの両方できる人はなかなかいないんです。ここはギュッと狭まる。でさらにもう一つ必要な資質があって、これは情熱です。データ分析って結構クールに見えますけど、データ取ったはいいものの全然ものにならない没データってめちゃくちゃあるんです。で今皆さんに披露しているのって本当に何ていうかな、時間終了です。すいません。はい。以上です。意思確認行ってよろしいでしょうか。質問なしですか。我々喋ってないですよね。じゃあどうぞ、国人さん。そういう方針だったっていうことになっちゃいますけど。フルで使いたかったっていう。そういうことか。すいません。ただちょっと感想一つ言うとですね、肝心のデータの部分が、これ誰でもできるなって思ったんですね。ぶっちゃけ。あと印象で当てれちゃってるじゃないですか。だから結局みんなの印象通りのデータがこうなんですって出てきて、知ってたよっていう感じ、新しい発見がないということですね。って思ってしまいました。でそれが一番の売りだとすると、それを時間かけてやってもらったっていうのはすごく大変なことだと思うんですけど、他の人でも多分指示をすればできちゃうんですよと思いました。このデータ集めに関しては。そこについてちょっと回答をさせていただき、実はですねこれそうじゃないっていう部分がありまして、例えば V ゲージのデータって全員横並びで平均で比べていいのかどうかっていう問題があるんです。 V ゲージって基本的に負けた方は体力が 100% ゲージに変換されてるんですけども、勝ってる方は体力が変換されてないんで獲得ゲージ少なくなるんですよ。もちろんそうですね。リソースが少ないと当然データとしては減ると。で実際に勝ってる方のデータって、勝ってる方の平均は 2.6 ゲージぐらい、 2.4 ゲージかな。で負けてる方の獲得ゲージって3ゲージぐらいあって、これを一緒に比べちゃいけなくて、こういう加工をしていかなきゃいけない。それも込みで、もっと具体的というか分かりやすく言うと、なるほどがなかったです、正直。こういうデータがあります。でこのデータとこのデータの関連性っていうものが実はこうで、だからこういうふうにやると勝率が上がるんですっていうところまでプレゼンしてもらえれば、なるほど、この人はすごく役に立ちそうだなって一発で入ってきたんですけど、僕はこんだけデータを集めましたっていうことしか分かんないんですよ。なので、ちょっと立体的じゃないというか、このデータをもとに僕の出した新戦略はこれですとかっていうところまでいかないと、例えばじゃあプロプレイヤーがこのデータを見て、ぜひお願いします、じゃあお金を払って月々いくら払ってぜひ僕の、そういう専門のデータを管理する人になってくださいっていうことにはならないです。これだと。それに近いのが、すみません、最後に、27ページのあたりかなと思ってます。
これが刺さるかどうかわからないですけども EX ゲージを相手とどれくらい消費した差があるかがかなり勝率に直結してくる。そうするとここに対する戦い方っていう戦略を立てにいくとかですね。 EX ゲージがどうなればどうなるんですか？このグラフだと相手よりも EX ゲージを1ゲージ多く使ったラウンドって勝率が 63.3% になってくる、でそういう意味ではその EX ゲージを相手より多く貯める戦略だとかうまく回転させていく戦略っていうところにもっと注力して練習をするだとか、そういう意識を割く、っていうのが時間が迫っております、最終意思確認に移らせていただきます。申し訳ございません。最終意思確認を行います。取る意思はございますか？私ちょっと興味はあります。はい、ちょっとこれ今対選手の部分のお話されてると思うんですけど、この資料の中に、対初心者とかにどう分かりやすくできるかみたいなところはあって、でただそれを、実際今の世の中だと別にご自身で、情報発信することも簡単にできるって言って、そこをもうニーズ検証とかされたのかなとかは気になりはするんですけど、ちょっとそこら辺はちょっと具体的に聞いてみてみたいなとは思います。はい、はい、ありがとうございます。それではごめんなさい、最後に一言だけいいですか？はいすみません。なので、もう一歩二歩先に行く、だからそのデータを集めましたではなくて、このデータが意味することはこういうことなんだっていうところまで、出せるようになるとぐっと多分我々の興味が出るかなっていう感じですよね。ありがとうございます。あとごめんなさい、1個補足だと思うんですけど、多分重藤さんが言ってることってそのリーチする部分をそのプロゲーマーにするとちょっと弱いけど、視聴者だったり動画勢の方だったりに方向を持っていくともしかしてワークするんじゃないかっていうのを多分重藤さんが言っていて、そういう方向にシフトできるんだったら僕もちょっと面白そうなのかなとは思いました。はい、その方向も一応考えてます。はい、では、あとはいらっしゃらないということで、重藤さん獲得ということで、おの1本獲得です。